皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方キャラの明日から使いたくなるブラックジョーク7000を解説しますよ。いわゆる煽りってやつか。確かに原作の東方プロジェクトのキャラはきつい発言もするよね。これは制作者ズン C 枠戦闘前に煽りを入れることでスムーズに弾幕ごっこが始まるからなんですよ。そんな二次創作では見られないような彼女たちの面白いブラックジョークを楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、明日使ってみたくなる煽り名言は東方高魔教で霧雨マリサの言った。爽快です。一体どういうこと？まず霧雨マリサというと、なんだかんだで東方プロジェクトでは一番人間味のあるキャラなんですよ。マリサというと二次創作ではイケメンプレイがあるキャラですが、原作でもいろんなキャラからモテモテ。なんなら制作者ズンさんもゲームや、書籍でも扱いやすいキャラとしているんだぜ。そんなマリサの性格は、いい意味でも悪い意味でも一緒にいると楽しめるキャラですね。確かにマリサといると飽きなさそうだよな。書籍で意外とレイムやリンノスケに料理を振る舞っている家庭的な一面もありますよ。しかも時の鍋料理などバリエーションは豊富。しかしながら永遠の仮パクをしたり嘘をよくつくことが。でも嘘つきなのはちゃんとした理由があるんだよね。旧作でミマの弟子であるマリサ、その師匠であるミマ様の影響で嘘つきになったんですよ。ミマも嘘をよく吐いていて、夢時空では私忙しいの、嘘と発言したり、怪奇団ではどうせあなたがいなくても魔界に行けるから、嘘などと発言をしていますね。そして、マリサがフランに初めて会った時、白霊の巫女だぜって言っているが嘘のつき方もそっくりなんだよな。そんなブラックジョークも言える霧雨マリサなんですが、高魔教のレミリア戦でなかなかの煽り発言をするんですよ。何しに来たの？もう、私お腹いっぱいだけど。そうだな、私はお腹が空いたぜ。食べても、いいのよ。マリサ、そうかい、今の、植物の名前だぜ。そうかい。人間って楽しいわね。それともあなたは人間じゃないのかしら？楽しい人間だぜ。ふふふ、こんなに月も赤いから？といった感じでレミリアの渾身のボケをスルーしてきた上に知識マウントを取るのです。うわこれはうざいなぁ。そう、レミリアも顔は凛としていますが、心の中は穏やかではないでしょうね。というかマリサが言っていた爽快って何なのさ。爽快はパキポディウムの仲間で、マダガスカル島原産の塊根植物です。ガーデニングの世界では古くから知られていますが、流通量が少なく比較的珍しい種類なようですね。またマリサは博識なのを良いことにわからないことでマウント取ってくるのうざいなぁ。間違いない。しかも困ったことに非常に面白い返しなんですよね。それにしてもこのブラックジョークは使いやすさは抜群だよな。相手に軽い嫌味を言われた時に、そうかい、今の植物の名前だぜ、そうかい、と使ってみましょう。これは相手も傷つかないしな。知識マウントも取れるので、先ほど言った植物の意味も学んでおけばなおいいでしょう。さて、次に紹介するのは東方プロジェクトでは5人目となる魔法使いの八田寺成美の言った、くたばれ天狗野郎です。これは完全にダメだ。まず成美はアリスと同様に魔法の森に住む魔法使いでもあり、マリサや凛之介とは以前から面識を持っています。実は異変解決に向かうマリサに秘策を与えたのは成美なんですよ。大きな対策として持ち込んだ土曜の力だよな。もし大きな対策について気になる方は私が紹介するこちらの動画を見るといいぜ。もともとは魔法の森に設置されていた地蔵で、森が持っていた存在そのものを変容させる魔力によって生命を得ているのですよ。そんな成美はなんと第 18.5 弾バレットフィリアたちの闇市場の何か重要なキャラなのかもしれません。おいおい一体どういうことだってばよ。バレットフィリアたちの闇市場のメニュー画面にて、マリサがファッション雑誌の撮影家のような爽やかに寝ているカットが見られるのですが、そのマリサのすぐ隣に成美のアビリティカードがあるんですよ。本当だ。マリサ夏の微炭酸水張りに爽やかじゃん。いやそこ今どうでもいいから、二次創作でもよくカップリングとして描かれることが多いですが、原作でも彼女たちの仲の良さが伝わりますね。しかしマリサの目線ハレイムのアビリティカードと、そんな不満をぶちかますかのように東方天空賞で衝撃の煽りを入れたんですよ。間に合った。お前の相手はこいつよ。それじゃあ僕は帰るね逃げやがった。でも、目の前のあなたも気になります。ついでにお時間よろしいでしょうか？いいよ、相手してくれるんだ。相手？インタビューですよね。そうじゃないわ。吹雪が私に力を与えてくれているみたいで、その力をぶつける相手よ。くたばれ天狗野郎。この理由なく好戦的な感じ、嫌いじゃない？むしろフェイバリット。もうこの掛け合いは何回見ても面白すぎて大好きすぎる。こちらは前回紹介した日常で使えるかっこいいセリフの掛け合いでも紹介しましたよね。成美というとおとなしいイメージなんだけどまさかくたばれなんて使うと思わなかったぜ。天空賞では前の思惑に乗せられて時期へ挑みかかってくるのですが、背中に生じた扉から湧き出した熱気を帯びるほどの異常な魔力の影響で好戦的となったことで成美も毒のある言葉を吐いたのですよ。本来の性格はおとなし
しく一人でいることを好むほど。なるほどね。異変の影響であんなジャンプでありそうな好戦的な発言をしたのか。しかし、人見知りで臆病というわけでもなく、知り合いの森近凛之助には辛辣なことを言い、初対面の宇佐美すみれ子にセクハラされた仕返しとはいえ、嫌味みたいなことを言ったりと見た目に反してかなりの毒舌の持ち主だったりするのですよ。いや結構素の状態だったのかよ。では、次は記念すべき東宝プロジェクト初の弾幕ごっこのお相手であるルーミアが言った、そうなのかです。これは忘れちゃいけねえな。いけねえよ。それテニプリのももちゃん先輩の名言でしょ。ルーミアといえば、両手を左右に大きく広げたポーズをよくとって、そうなのかが二次創作での鉄板ジョークですよね。ああ、そういえばルーミアの手を広げたポーズは何を意味しているんだよ。これはルーミア曰く、聖者は十字架に貼り付けられましたって言ってるように見えると言っているので、イエス・キリストの真似事をしているのだと思われますね。ほう、つまりイエス・キリストのように偉大な人物に見せるために手を広げているのか？これはおそらく東方高魔教の隠しボスにて、高魔教の6面ボスとエクストラステージボスのスカーレット姉妹との関連付けなのではと思われますね。ルーミアのポーズは先ほども言ったように十字架を意識しているのですが、吸血鬼というのは十字架を見ると、自分の罪深さを思い出して自責の念に駆られるという設定があるんですよ。また、キリスト教徒の信仰の強さに恐れを感じるという特徴があるのです。なるほど、つまり対となる存在となっているのか。前回の授業でも紹介したように一面と6面で妙に繋がりがあるのはどうやら東方高魔教からあったようですね。これはエグすぎる情報だな。こんな関係性があったとは衝撃すぎたぜ。そんなルーミアが言った名台詞がこちら。そうなのよねー。お化けも出るし、たまんないわ。って、あんた誰？さっきあったじゃない。あんた、もしかして鳥ね？人は暗いところでは物がよく見えないのよ。あら？夜しか活動しない人も見たことある気がするわ。それは取って食べたりしてもいいのよ。そうなのかで、邪魔なんですけど。目の前が取って食べれる人類？霊夢のジョークを適当にスルーするルーミアの煽りっぷりでしょ。非常にポップでダークなルーミアらしい発言でとても素晴らしい煽りですね。このそうなのかは霊夢との会話で一度だけ言ったにもかかわらず、インパクト絶大で二次創作によく多用されることになり有名になりました。書籍、文化庁では足として並走なのかとも発言していますよ。一度だけ言った発言がここまで有名になるとはな。実はここだけの話桜を買収して流行らせたらしいですよ。そうなのかということで、次に紹介する煽り発言は東方地霊殿6面ボスの霊氏打つ方が言った、不純物が喋ったです。もうこれはすでにひどすぎる。お空は小明寺悟りのペットで普通の地獄カラスだったようですが、あるお方から神霊を受け取り、核融合の絶大なパワーを身につけました。神霊っていうのは神格化された亡霊ってことだよね。そう、神霊を宿すというのは、まさに動く分社になるみたいなものなのです。普通の人間や妖怪にはそのような系統は難しいのに、お空はそれを可能としていますね。おお、お空天才児じゃんか。ちなみにウツホは地霊殿のメンバーからはお空という愛称で呼ばれているぞ。そして皆さん、お空の胸に注目してください。あれ G カップはあるようですよ。いやそうじゃないよね。冗談はさておきあの赤の目は神霊が宿された証です。神霊を宿すには、無個性で無名それでいて自我に無頓着であり全てを受け入れる包容力が必要なのです。一番簡単なのは頭の中を空っぽにすることなんですが、お空は元々の天性で頭の中が空っぽなので、神霊を宿すことができました。それ頭が弱いってことじゃね。東方強欲異文では異変の調査のために旧地獄温泉街よりももっと下にある地底深くに眠っていた石油の海に向かっている途中で出会います。そんな鳥頭のお空が言ったブラックジョークがこちら。なんで邪魔するのよ。不純物が喋った。消し炭も残らないぐらい高熱で焼き尽くしてやる。これを空じゃなかったらブチギレもんでしょ。正直日常に使えるレベルを超えていますね。皆さんもしこのセリフを使うときは、必ずこの研究部内か、東方を知っている方に使いましょう。お得意様に悪純物が喋ったなんて言ったら終わりだからな。それどんな場面だよ。ちゃんと仕事をしていたのは偉いのですが、いかんせ知能は高くないんですよ。名前の通りまさに空っぽなんだな。またミュージックルームより、強い力でもバカにも立てれば悪用すらできないってことがよくわかります。ああ、夢のエネルギーなのに。と公式的におバカちゃんと認められていますね。このことから二次創作でもうにゅと発言を使ったおバカちゃんキャラが多いよな。お空は愛されおバカといったところですね。ただし、主である悟りや親友のお凛のことなどの重要な事柄は決して忘れないのです。おお、そうなのか。また奇想天則にて新聞とかほとんど読んだことないやと発言していることから、新聞も読むし、文字もおそらく読めることから忘れっぽいだけなのかもですね。ちなみに強欲異文で霊夢になんで攻撃してきたのかというと、お空は灼熱地獄跡の温度調節を仕事をしているのですが、異変の影響で不純物、つまり石油が流れてきたので取り除いていたのですが、霊夢を喋る石油と勘違いして攻撃してきたのです。お空よ、鳥頭にも程があるだろ。
さてさて次に紹介するのは氷の妖精なのに熱いやつでおなじみチルノが言った。最強が怖くてしょうがないんだろ一緒もんでやるぜ、です。これは最高すぎる煽り。まずチルノといえばおバカちゃんなイメージではないでしょうか。二次創作ではもちろんですが、これは原作からもそうで、バカと呼ばれるゆえんは、高魔境の氷フアイシクルフォールイージーというスペルカードの安全地帯ですね。安全地帯そのものは、ラスボスやエクストラのスペルにも存在することがあるのでこれ自体は珍しいものではないのですが、よりにもよってチルノの場合は安全地帯の場所がチルノの目の前だったのですよ。なるほどね。だからおバカちゃんの印象が強まったのか。さらに東方カエイズカマニュアルの画面説明に一時期などの説明に混じって、チルノのところに丸9、その下の説明欄に9バカと書いてあったことから、チルノがバカであることの公式認定となり、丸9があだ名愛称となっていますよ。しかし妖精は遠回しに弱いと書かれているのに対し、チルノに関しては出会ったら逃げるべきとは9からの忠告があります。さらに、愚問式では湖の妖精のリーダー格と書いてあり、やはり力は他の妖精と比べても群を抜いているので、基本をバカちゃんな妖精の中では優れている方なので注意されたし、チルノの値ったら最強ねはマジだったのか。そんなチルノが言った思考の煽り発言がこちら。背中の力ってなんだよ。お前の後ろについてきている季節武器それのことだよ。その影響力なしでは、お前の力など見る影もないぞ。これは値の力だ。最強が怖くてしょうがないんだろ。一緒もんでやるぜ。チルノらしい最高に可愛らしい発言だな。相手は幻想郷の賢者の一人にして、究極絶対の神姫神であるマダラオキナという超格上にビビってんのか発言ですからね。これは完全に今はなきレトロヤンキー発言だよね。ちなみに一丁もんでやるぜというのは経験が明らかに上の人が初心者に向かって軽く相手をしてやる、のような意味です。種族的にはまさに天空の差があるのにチルノのおバカちゃんな煽り発言は可愛らしくもあり面白すぎるな。なのでね皆さん、間違っても大きなお一丁もんでやるぜという意味ではないので注意してください。いやみんなわかってるよ。それでは次に紹介するのは、東方漢樹伝の6面ボスを務めた純子が言った、上画よ、見てるかです。これもあまりにも有名なセリフだよな。そういえば6面ボスなのに名字ってないの？そう、ウィン版では初の名字がない6面ボスです。さらにウィン版の東方史上初の2つ名を持たないボスなのですよ。彼女は恨みに純化された霊であり、すでに自らが何者なのかという情報すら必要としなくなっていました。どんだけ恨んでるんだよ純子。なぜここまでお怒りなのかは、純子は上画という月の女神の夫に、なんと実の子供を殺されたからです。それは純子もお怒りだわ。ちなみに、上画の夫は純子の夫でもあるんだ。特に上画が手を加えたわけではないのですが、ここまでお怒りなので夫にそそのかしたのかもしれませんね。恨みは純化され、一人歩きしている状態だったのです。エイリンによれば、昔からたびたび月の都を襲撃していたらしいですね。前々から襲撃していたのね。それにもかかわらず、あの月の民たちが捕まえられないところを見ると相当な実力の持ち主なんだな。と入っても、尊大かつ率直な物言いをするのですが、上画や月の民以外のことに関しては礼儀のいい接し方をします。確かに誰に対しても敬語を使っていて恨んではいるけど、特に取り乱すことはなかったよな。もともと恨みなんてなかったらめちゃくちゃいい人そうだぜ。そう、あの地獄の女神であるヘカーティアの友人であり、彼女から気が合うわね私たちと言わせているあたり彼女の本質はとてもいい人。戦闘後、純子は納得したように戦意を喪失してしばらく月の襲撃はしないと誓っていますよ。ちなみに地獄の女神ヘカーティアとの絡みから地獄にいるものと勘違いされやすいのですが、東方外来異変の寸志インタビューによると、普段は幻想郷とは異なる旋回を住処にしているらしいので注意してくださいね。そんな純子が上画に対して言った煽りがこちら。そんなにしけがれの匂いを身にまとった人間では私を倒せない。私の名は純子。私の純化の力で無条件にあなたを殺すことができてしまう。あなたはここまで何回ミスを犯してきたのです。でも、そんなに多くないはず。そういえばエイリンは薬を使わないと今回の敵にかなわないと言っていたけど、副作用が怖いから使わないで出ちゃったのよね。月の民も随分と愚かなミスをした。この地上人はお前らが考えるよりもはるかに弱かったようですね。ただ月の民との交戦は硬直状態が続いて飽き飽きしていたところです。次大戦の時、上だよ。見てるか？この者が生死の狭間でもがく姿を。これから地上の人間と交戦するっていうのに上画に煽っているところめちゃくちゃ恨んでるんだな。でもセリフとしては本当にかっこいいぜ。今までの煽りとは違ってかっこよさがピカイチ。これがあまりにもインパクトが強く、非常に有名な超名言になっていますね。二次創作でもよくネタとして使われていて、スマホ越しに美味しそうな料理を見せびらかせながら言ったり、はたまた R18 にも転用されることも、上画よ、見てるかはかっこいいだけではなくて使いやすさも抜群だもんね。ちな
なみに完全無欠モード、レガシーモードというノーミスでのクリアをすると、彼女とはもう別の星に住み、会うことはできないが、国天をいただかずとも憎しみだけが純化する。見せよ、命を落とした地上人の可能性を、そして見よ、生死を拒絶した純粋なる霊力を。となって発言が変わるので、せっかくノーミスクリアしたのに名言が聞けないと嘆くプレイヤーが続出したとか。いやのゴシップよりひどい嘘つくんじゃありません。それでは、最後にこれだけは知っておくべき東方プロジェクトの伝説の煽り発言をご紹介します。東方漢樹伝にて次期であるサナエがエクストラボスであるヘカーティアに言った。この変な T シャツやろう。です。もはや東方史上最高の煽り発言と言っても過言ではないでしょう。まずこちやサナエは幻想郷外の世界から訪れた守谷神社の風は振り、外の世界からやってきた人間でもあるのですよ。羨ましいし、妬ましい。外の来た人間ですが、非常に珍しく幻想郷に適応しています。サナエは人間と言いましたが、実は神様でもあるんですよ。アキュー曰く、人間相手だと警戒心も少ないし、彼女が人前で能力の奇跡を起こせば、少なからず人気が出ると言われているようだぜ。性格は極めて普通の人間らしいですが、少しずれているようにも見えますね。アキューの考察では、外の世界の人間だったからかもしれないと言っていますが、外の世界も知る私から見てもサナエは少しずれていますね。それがわかる理由は何と言ってもスペルカードの名前です。普通のスペルカード名は結構凝った名前のものが多いのですが、サナエのスペルカード名はミラクルフルーツだったり、光徳五穀豊穣ライスシャワーみたいな変わった名前を付けていますね。このことから二次創作ではサナエは天然記念物となっているよね。そんな可愛らしいサナエですが、東方漢樹伝にて衝撃の発言をしたのです。何かやばい雰囲気。ひとまず退散して味方を呼んでこようかしら。別にそんなに怖がらなくてもいいわよ。何も本気で戦ったりはしないわよ。どうやら純子も敗北を覚悟しているみたいだし、もう勝ち負けは重要じゃないみたい。だから私たちも正々堂々一人ずつ戦うわ。これは余興みたいなもんよ。そうですか、安心しました。では改めて。さっさと勝負しろこの変な T シャツやろう。よーし、かわいいね。ちょっと遊んでやるわ。本来なら、人間など相手にしないんだけど、あなたは私に暴言を吐いた。それだけの理由であなたを地獄へ落とす。ただそれだけの理由だ。死んでも悔しがれ。まさかサナエがこんな発言をするとは360度予想を上回りましたね。それだと一周して戻ってるよ。この時、ゴゴゴゴという擬音があるため怒っているのでは、という意見もありますが、ヘカーティアの図ネを見ると特に怒っている感じはなく、むしろ笑っています。このことから余興なのはこれから行われる戦いだけではなく、パフォーマンスじみた発言とそれへの返しも含めて余興なのでしょう。確かに本気で怒っているわけではなさそうだよな。ちなみにこのゴゴゴゴは、ジョジョの奇妙な冒険の演出を取り入れたものでしょう。ズンさんってジョジョ好きだもんね。実は冷戦時にも変な格好と言っているのですが、そのことについてはほぼスルーしているんですよ。ほう、ということはやはり本気で怒っていないということになりそうだな。ちなみにヘカーティアの通称、ヘカティもしくはヘンティはこのセリフから来たものですよ。ヘカーティアは、白い文字でウェルカムヘルと書かれた面白 T シャツを着ているのですが、ズンさん曰く、本当はアイラブヘルにしようとしていたとのこと。どちらにしろダサかった。しかし、実はヘカーティアのデザインはかなり考えたものなのですよ。ヘカーティアというたくさんの要素があるキャラは通常ゴテゴテしがちなんですが、それをあえてシンプルな T シャツに変な格好を取り入れて人とは違うことを表してるようです。ちなみにヘカーティアの変な T シャツについても解説しているのでよければ見てみてくださいね。どんな解説してんだよ。それにしてもこういった煽りはズンさん的にはどう思っているんだ？東方外来異変による東方漢樹伝のズンさんのインタビューによると、まず煽らないと戦闘が始まらないの。ほら、敵が直接の敵ではないじゃないですか。敵同士がある時はどちらかというと冷静なんですよ。冷静の怒りって感じなの。でも敵じゃないのに説明して戦うことになるのには終わらないといけない。だからゲーム上の特性みたいなもんです。とのことで、ズンさん自身がやはり煽りを大切にしているようですね。なるほどな。そんな思いがあって煽り発言を取り入れていたのか。確かに本当に戦う時って冷静だもんね。そして戦闘に入るためには、あえて煽りを入れないといけないから、ブラックジョークみたいなのを入れているってことか。こういった、本当に戦闘が始まった時のイメージを妥協せずに作っているところさすがですよね。視聴者さんも今回の授業で友達と楽しく東方のブラックジョークを使ってみてくださいね。それでは今回の煽り名言の授業を終わりますよ。視聴者さんが好きな東方のブラックジョークがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。